皆さんお疲れ様です。山登りです。今日は夜の私のお部屋からお届けするんですけども、普段お昼に動画撮ってるんですけど、お昼に撮っている動画が山登り日記だとしたら、夜に撮る動画は裏登り日記っていうことにして、何かテーマを設けるんじゃなくて、もうただ雑談をするっていう動画をちょっと撮っていこうかなって思ってます。そう、最近あったことって言ってもなんかもうとにかく胃腸の調子が悪いですね。本当に一昨年かなくらいから過敏性腸症候群になってストレスとかなんか多分胃腸のちょっと働きがよろしくなくなるっていう、病気っていうか体質なんですけど、そんな全然珍しくはなくて、忙しい時とか、あと普通に生理の前とか割となったりするんですけど、とにかく食べたものが消化できなくてずっとお腹が張ってるんですね、私の場合。その下すとかじゃなくて消化できなくて、もうずっとって感じ、ここがって感じで、本当にずっと調子悪いなーって思って日々を暮らしてますね。なんか会社の先輩たちがその年を重ねるにつれて友達とかと会うと、もう話す内容が健康の話とあとお金の話とあと介護の話になるって言ってて、なんかわかるなーって思いました。いろいろみんなね、体のその不具合が生じてくるんですよ、アラサーって本当にそういう情報交換が大事だなというふうに思ってますね。私の過敏性腸症候群対策としては、病院に行くのが一番早いですね。普通に薬もらうのが手っ取り早く治るんですけど、なんかあんまり薬飲みたくない性格なので、なるべく薬を飲まずになんとかやり過ごしたいんですが、そういう時はだいたいこのね、ベッドとかじゃなくて床とかにお腹を下にして寝っ転がって、硬いものを腸に直接当ててちょっと刺激して腸の動きをここ活性化させるっていうことをやってみたり、あと普通にね散歩したり、ちょっと最近暑くてできてないんですけどランニングしたりとかも割とやってましたね。最近すごい生活リズムが乱れまくっていて、それを言い訳にランニングをしていないので、多分それで再発してるんですけど走れよって感じなんですが、しょうがない。年を取るといろんな不調が出てくる。あとこの前の動画でもうコーヒー飲めなくなっちゃったって話をしたんですけど、あれも胃腸のせいですね。前まで全然飲めたんですけど、多分胃がね弱くなってるのか、飲むと本当に胃がキリキリ痛むんですよ。で本当にお腹下しちゃったりとかあって、もうダメですね。本当に胃腸が弱いという体質になってしまっていて、おしゃれに喫茶店でブラックコーヒーを飲むとかいうこともできなくなってしまいました。胃腸の調子が悪いっていうことがあったのと、最近ってことではないんですけど、もうめちゃくちゃさくらももこ先生の本を読みまくってますね。私はさくらももこ先生が大好きで、ずっとさくら先生のね本を読んでるから、さくら先生の思考とかさくら先生の人生が私の生活に入り込んできてるんですけど、友達にね会うたびにもう最近ねみたいな、さくら先生にハマっててっていう話を毎回してたら、ねそれ半年前にも言ってたよって言われましたね、この前私ずっとブームなんだなと思って、自分でエッセイを書き始めてからよりさくら先生のことが好きになって、でも私がさくら先生のことをね好きになった時にはすでにもう亡くなられていたので、もうどんなに私がこの思いを伝えたい、いつかさくら先生にお会いしたいって思ってもそれが叶わないっていう、なんかこの切なさみたいなのをずっと感じながら、ちびまる子ちゃんだったり他のさくら先生のもたくさんあるエッセイを読んでってるんですけど、皆さんさくら先生のエッセイ読んだことありますかね。桃の缶詰が多分一番有名だと思うんですけど、それ以外の本とかの方が多分さくら先生が作家になって結構成功を収めてからの生活とかがいろいろ書かれてるエッセイがいっぱいあってね、なんかねそう節々にねさくら先生が亡くなってしまう
ことのなんか伏線が張られているような読み方をしてしまうわけです。お話のその先生の結末を知ってるから乳がんで亡くなられたんですけども、そうだからとあるエッセイでね、すごく優秀な経理の方がいて、その方をどうしても桜プロダクションに誘いたい、入ってもらいたいっていう時に必死になってその勧誘をするわけですよ。私たちの会社はあなたが今勤めている会社よりも小さいけども、もし私が死んだとしてもたくさんの印税が入ります、たくさん本を出しているから追悼フェアみたいなものをやってくれるでしょう。だからあなたがうちの会社に入ったとしてもそのお金で何とか養うことはできるので安心して入ってくださいって言って勧誘するシーンがあるんですね。もうなんかそれ多分乳がんが発覚するちょっと前だったんじゃないかなって考えてしまって、この時に桜先生は本当にそういう風になるっていうことが分からずに言っていたのか、それとも分かって言っていたのか、どっちなんだろうとかね。もうなんかあとそのお子さんが一人いらっしゃるんですけど、私よりね多分ちょっと年上30前半くらいだと思うんですけど、メロンくんって言って、そうメロンくんもねもうさくら先生を多分20歳くらいで亡くされていて、その後もうどうやって人生をね過ごしていったんだろうとか、今メロンくんはどうしてるんだろうとかね、すごいなんか心配になっちゃうんですよ、勝手にいらない心配かもしれないんですけど、切ないですね。私がいつも好きになる作家さんって、私がその好きになった時点で結構亡くなられてる方とかが多くて悲しいんですけども、私水木しげる先生もすごい好きなんですね。ゲゲゲの鬼太郎も面白いなと思うんですけど、水木しげる先生の書いてる寝ぼけ人生っていうエッセイがもうめちゃくちゃ私は大好きで、そのねエッセイを読むと水木先生の一生がもうわかるんですけども、これもすごいんですよ。目次が4つあって、まず1章、落第、第2章が貧困で、第3章が戦争で、第4章が多忙っていう自分の人生をこの4つの章に分けたい書いているエッセイなんですけど、もうねなんか生きる力が本当にすごくて、戦争も経験されてね、戦争で左腕をねなくされてるんですけども、その右手だけでずっと漫画を描いて、でそのエッセイでも左手がなくなった悲しさとか痛さとかその大変さみたいなことは全く書かれていなくて、どちらかというと食がないとかお金がないとか食べるものがないとか、そういうことをね戦後でね大変だったと思うんですけど、面白おかしく書いてくれていて、私たち読者は先生に左腕がないということを忘れてしまうような、そういうエッセイなんですけど、水木しげる先生のそのエッセイもね読んで、もうなんてユーモアのあって生きる力があって強い人なんだろうって思った時にはもうやっぱり先生も亡くなられていて、その先生のエッセイを読み返すっていうことは先生の人生をねこう遡って読んでいて、その先生がどのように生きたかっていうのをね先生に直接こういろいろ聞いたりとかはできないけども想像しながら読むっていうので、なんか勝手に自分の中で物語を作りがちなんですね、私は。そういうことを最近はもうずっとぐる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 考えていますね、本当に。なんか4月とかは割と、なんか将来どうしよっかなみたいな気持ちとかだったんですけど、割と今はなんかやること決まったなって感じで、結構それにね邁進するために、YouTube やったりとかエッセイ書いたりとか仕事を頑張ったりとかねしてるっていう感じなので、現実世界にあんまり心がないですね。ずっとそういう妄想の世界に気持ちがいっちゃっててっていう、その妄想のねテンションのままで YouTube も話してるから、もうちょっとその現実に自分を戻すためにちょっとこの動画を撮っているっていうのもあるんですけども、最近やってみたいことっていうのを私定期的になんかノートとかに書き出してるんですけど、つい1ヶ月前とかまではもういっぱいあったんですよ。なんかカヤックに乗って川下りしたいとか森の中にある小屋みたいなところで絵を描きたいとかね、FKJ っていうアーティストがいて、その人が YouTube で出してる動画で
なんか自分の多分アトリエっていうか、仕事部屋なんですけど、なんかすごい素敵な森の中にもうガラス張りのこう窓の部屋があって、そこでピアノをねタララランって弾いて動画があって、でもなんていいんだろうと思って、私もこういう森の中に囲まれて音楽をするとか絵を描くとかやってみたいと思って、で森の中でね絵を描きたいとか、海に潜りたいとか、いろいろいっぱいあったんですよ、やりたいこと。でもなんかもう最近はやりたいことじゃなくてやることみたいなのが多すぎて、そういうこともすっ飛んでしまっていますね。イラストエッセイを去年の11月にちゃんとした、本を最初に作ったのが11月なんですけど、それね作ってしばらくもう放置じゃないですけど、作りましたみたいな感じで終わってたんですけど、最近それをねいよいよ本屋さんとかに持ってって取り扱いをお願いしてみたりとかしてるんですよ。足で稼ぐ戦法で私はやってて、直接本屋さんに本を持ってったり、実際に行ってからちゃんと本屋さんにコンタクトを取って貸していただけませんかっていう連絡をしてるので、東京以外のね本屋さんに行ってるんですよ。東京は最後でいいかなと思ってて、そうなるべく地方にある本屋さんから置いてもらいたいなっていう風に思っていて、本当に毎月飛行機乗ってますね。直接ね行ってどういう人なのかとかをちょっと知ってもらって、なんかもう私なんてさ何の名も知られてない素人なんだから、ちょっとお願いしますっていう感じでそう挨拶してさやってますね。でも本屋さんに行くだけじゃなくて、普通にね今週とかは新潟に行って川遊びとかしてましたね。でも川遊びしてきたんですけど、もうねなんか荒さで行ったからさ、もうみんな体力がないんですね。川のその上流にちょっと行って、でそっからプカーって浮き輪に流されてこう下るっていう遊びをしようっていうので、一生懸命泳いで上流まで行ったんですよ。でプカーって流されて楽しいね気持ちいいねとか言って川遊びしたんですけども、1往復だけで終わり。体力がなくて疲れたし、もう満足しちゃった。これで子供の時だったらさ、もうこれ楽しかったら何回も行ってさ、ほんと疲れ果てるまでできたけども、1往復で限界です。もうなんか友達なんてさふーとか言って上がって、なんかフリルのついた日傘をさしてパーカー着て河原でこうやって座り始めちゃってね、不釣り合いすぎるよそれとか言って、あまりにもこの川というね大自然の中でそのフリルの日傘だけが浮いてしまっていて私たち何しに来たのって言いながら川で遊ぶ子供たちを見ていましたね。みんなすごい楽しそうでしたよ。ドボンさなんか崖の上からドーンって飛び込んだりとかして、何回も潜ったり流されたりして、なんか見てるだけで本当に楽しいなっていう気持ちで、どんどん遊ぶ体力もなくなっていくんだなって思ってる最近ですね。私みたいにこういう諦めるタイプと、いやアラサーだからこそって言ってランニングとかジムとかピラティスとかヨガとかね始めるぜと分かれるんですけども、私もそっち側に行きたいなって思っていますけども、できてないですねちょっとね夏が終わったらやろうかな。さすがに動いてなさすぎる。本当に家と会社の往復くらいしか多分歩いてない。それ以外はなんかもう本当に歩いてないですね。自転車とかさ、なんか車とか乗っちゃうから全然ダメ。多分それのせいですね、胃腸の調子が悪いのも。そんな感じですね。今回は裏登り日記でございました。これからこれを続けていくかどうかは私の気分次第という感じなんですけども、もし続きがありましたら多めに見てやってください。では見てくれてありがとうございました。良い夢が見られますように。おやすみなさい。